ご視聴ありがとうございます。今回は、私鉄が JR に居候する不思議な駅のご紹介です。ローカル色あふれる路線の歴史と、この駅ならではの特殊な取り扱い、そして意外なところに潜む強敵の正体をまとめてお届けします。行き交う車両に混じる、運よく見られたあの車両にも注目です。私が今乗っているのは、愛知県を中心に路線網を広げる大手私鉄、名鉄こと名古屋鉄道のローカル支線、名鉄微細線の普通列車です。末端区間は単線で、日中毎時日本と、名鉄で最も本数の少ない線区の一つです。途中には、立体交差のために複線分で設けられた高架橋があるものの、線路は単線のまま。その先に見えるのが、2006年に廃止された、弥富口駅。83年に高架化され、将来の複線化を見越してホームも2つあったものの、複線化されることなく駅自体が廃止になりました。次の駅が、微細線の終点、弥富駅です。路線図では回り込んだ場所にあるこの駅、名鉄名古屋からの所要時間は、接続などが良ければ35分程度です。線路は左カーブで向きを変え、速度をゆっくりと落としていきます。そしてその右側に、別の線路が近づいてきます。この先、ホームに止まっている車両からもわかる通り、これらは名鉄の線路ではなく、この駅で接続する JR 関西本線の線路です。中線を除けば2面3線の構内のうち、名鉄は一番左に乗り付け、JR と同じホームを使います。JR と名鉄が同じホーム上で乗り換えができる便利な構造ですが、ここで車両のドアが閉まります。目の前の列車に乗れないという、必ずしも接続が考慮されていないダイヤです。跨線橋はホームの一番奥。こちらのホームの屋根は40メートル程度しかありません。線路は行き止まりで、名鉄と JR の線路は完全に独立しています。跨線橋の位置の関係もあり、先頭車両はそれなりに混んでいます。ホームの様子がこちらです。前面展望にも映っていましたが、このホームは JR と名鉄が一線ずつ使っています。右側には名鉄の M のマークこそあるものの、これは数少ない名鉄要素。番線案内は JR 仕様で、2番線側は方面案内もあるのに対し、名鉄側の3番線は数字しかありません。そして手前にあるこの機械。これは IC カードをタッチする乗り換え改札です。この駅を IC カードで利用する場合、改札口にある改札機では JR の入場履歴値がつかないので、名鉄に乗るときはピンク色の機械にタッチする必要があります。逆にこの駅で降りるときと JR 線に乗り換えるときは、裏側にある水色の乗り換え改札機にタッチする必要があります。この取り扱いは構内アナウンスでも案内されており、先ほどのカットの背後でもアナウンスが流れています。これから名鉄線をご利用になるお客様は、ご乗車の前に、ホームにあるピンク色の乗り換え改札機に必ずタッチしてください。このアナウンスも JR 東海仕様で、JR と名鉄が同居しているというより、名鉄が JR の駅に居候している感じです。微細線の列車が折り返します。あの列車は、須賀口行きの普通。須賀口では名古屋本線と合流することもあり、名古屋まで行かずに折り返します。特急日については、朝晩は名古屋方面への直通列車もありますが、日中はすべて須賀口止まり。一方平日はそれとは違い、日中にも名古屋方面の直通があります。ここに並ぶ吉良吉田行きは、名古屋までが普通で、名古屋から急行に種別を変えます。そしてこの列車、途中の須賀口で名古屋本線からの急行を退避するため、急ぐ場合は乗り換えが必要です。弥富駅を発車する列車には途中駅で種別を変えるものも多いですが、発車時点ではすべて普通列車。乗客もまばらです。一方の JR は、名鉄とは大きく違います。時刻表のスペースが名鉄より狭いのに本数が多いので、詰まってる感が強調されます。日中毎時2本なのは同じですが、ラッシュ時には最大6本あります。一方で日中はワンマン運転も行われており、すべての列車に車掌が乗務する名鉄側とは異なっています。また、ラッシュ時には一応速達種別もあります。ただしこの区間快速の名古屋までの通過駅は一駅のみで、所要時間も普通と大差なく、普通より長いものもあります。ただし関西本線は名古屋までショートカットするため、
所要時間は普通列車でも20分強と、名鉄より圧倒的に便利です。ホームの後方へと進みます。名鉄の列車が発車するときは、この箱の裏にある機械を操作します。正体はいまいち不明ですが、踏切関係の装置でしょうか。ベンチはすべて JR 側を向き、名鉄の肩身の狭さが伺えます。そしてホームの途中にあるのが、微細線の0キロポスト。終点の弥富が起点となっているのです。そしてその先には、JR と名鉄の駅名表。それぞれの線路の側しか向いていません。なお、吊り下げタイプは JR 仕様のみで、この反対側は真っ白です。ホームの真ん中には草が生え、端の方ではホームの高さ自体が低くなる、古き良き国鉄駅によくある構造です。JR はこの奥では複線で、単線の名鉄とは違います。また、線路自体もコンクリート枕木でロングレール化されており、木製の枕木でジョイントが続く名鉄よりも、設備の良さが目立ちます。JR と名鉄で大きく異なる設備と利便性、その裏にある歴史とは、一体何なのでしょうか。この駅が開業したのは、1895年5月。当時の私鉄、関西鉄道が開業した駅で、当時は前ヶ駅という名前でした。半年後に弥富駅に改称し、同時に弥富桑名間が開業、中間駅になりました。関西鉄道の開業にあたっては北寄りのルートも計画されていましたが、最終的に名古屋桑名間を直線的に結ぶルートになりました。名鉄の線路ができたのは、1898年4月。当時の私鉄、微細鉄道が、津島弥富間を開業した時にできた路線です。微細鉄道はもともと、関西鉄道の誘致が叶わなかった津島の人々が作った会社で、その後数回にわたって路線を伸ばし、1900年には一宮までが開業。関西本線と東海道線を結び、貨物輸送も担っていました。現在では弥富駅の線路は繋がっていませんが、かつては線路が繋がっており、貨車が行き来していた時代もありました。ところがその後、微細鉄道の運命は大きく変わります。1890年代後半、日清戦争による大戦景気で、鉄道建設の機運が全国で盛り上がり、名電こと名古屋電気鉄道が名古屋津島間の免許を取得します。当時の名電の起点は名古屋市の北寄りにある押切町駅で、そこから伸びる郊外路線の一部として計画されたことから、北側に回り込むルートになり、微細鉄道とは別会社だったことから、新津島駅が終点になりました。この当時、他に津島から名古屋までを直線的に結ぶ構想を持った会社もありましたが、関西鉄道との競合を理由に、免許申請はいずれも却下されています。押切町駅をめぐるカオスな歴史と、現在の名鉄名古屋駅がまだなかった時代を取り上げた動画もありますので、概要欄から見てくださいね。なかなかド派手な展開です。津島から名古屋方面に至る路線が開業した影響は大きく、微細鉄道は現在の名古屋本線にあたる路線を建設して対抗しましたが、1925年8月には、鉄道事業を譲渡することになりました。28年には須賀口新一宮間が全通し、そちらが名古屋本線として名鉄の主力となるにつれ、もともと人口密度の低いエリアを走る微細線の地位は低下していきました。なお、1931年には、それまで分かれていた津島新津島両駅が統合されています。1960年代から70年代にかけて、森上鞘間が複線化されたものの、80年代初頭には国鉄と名鉄の貨物取扱いが廃止されて国鉄との線路も分断され、地域輸送主体の路線となりました。弥富鞘間は複線化の対象から外され、本数も毎時2本になるなど、沿線の人口密度が少なく、かつ名古屋へは遠回りとなるため、厳しい運営を迫られています。そして名鉄では、運賃計算にあたって営業キロを割り増している路線があります。営業キロをそのまま使うのは名古屋本線だけで、他の路線では 1.15 倍か 1.25 倍の係数を使っており、津島線が 1.15 倍の B、微細線は 1.25 倍の C 区分であることから、微細線の置かれた状況がわかります。なお、名古屋本線の終点の豊橋駅も、名鉄が JR のホームを間借りしており、構内には乗り継ぎ改札があります。そのためこの区間では、機械にタッチするか否かで運賃が変わります。名鉄は遠回りな上に割高な運賃計算なので、JR の方がお得。かと思いきや、
JR が 88.8 キロで1520円なのに対し、名鉄は 93.5 キロで1500円と、名鉄がお得です。この駅の歴史の痕跡は、構内に色濃く残っています。ホームの端のあたりには、かつて名鉄と国鉄を結んでいた線路の跡が残っており、その奥には玉石を使った構造物が、名鉄側のホームの端だけは切り欠かれたようになっています。ホームの土台は下の方がレンガ造りで構造も変化しており、重ねた歴史の長さが伺えます。そしてここで振り向くと、構内の線路が随分奥まで続いているのが見えます。ホームも同じで、この駅の跨線橋は、ホームのおおむね真ん中にあるのです。前面展望では跨線橋が終端に見えましたが、実は横を通ることができ、JR の6両編成は跨線橋の先に止まります。このカットでは人が映っていませんが、この場所で列車に乗り降りする人も少なくないのです。また、この奥には別の停止位置目印も。名古屋方面は逆側とは違い、この先で単線になっています。これだけ長い線路がある理由の一つが、この路線に頻繁にやってくる貨物列車です。関西本線には単線区間もあり、貨物列車に対応した長いホームや線路を備えた駅もあり、弥富駅もその一つというわけです。かつてこの駅には複数の側線があり、名鉄の線路の向こうに並んでいました。細長く伸びた駐車場の形状にそれが現れており、奥にある柵は名鉄でよく見られるものです。現在の空中写真と1978年の空中写真を比べると、貨車が止まっている側線の様子がよくわかります。反対側のホームへ向かいます。跨線橋は階段のみでエレベーターもないため、バリアフリー対応ではありません。両サイドなどを水色で塗装して明るい感じにしようとしているものの、屋根が左右に張り出しているため、通路は薄暗いです。また、窓は開閉できない仕様で掃除が難しいためか、汚れがついて余計に暗い印象になっています。そしてこちらが、関西本線の下りホーム。番線案内にも、駅名がきっちり書いてあります。上り快速が通過です。日中は毎時2本ですが、止まるのは普通と区間快速のみで、快速以上の種別は止まりません。通過列車も含めると、日中毎時4本か5本程度あります。一般の快速が亀山までの運行を基本とするのに対し、より停車駅の少ない快速三重は途中で伊勢鉄道に入り、紀勢本線と三宮線を経由して鳥羽まで運行されます。そしてさらなる長距離列車が、特急南紀。こちらは快速三重より距離が長く、紀勢本線の紀伊勝浦駅までを結びます。伊勢鉄道と紀勢本線、三宮線が非電化のため、快速三重にはキハ75が、特急南紀にはキハ85が使われています。これらの列車の映像のノーカット版もありますので、概要欄から見てくださいね。改札へと向かいます。左の窓が低いのはホーム側を後からかさ上げしたからで、ドアの前には階段が、改札の手前にはスロープがあります。駅舎のさらに向こうには、引き込み線が1本あります。両サイドのホームはかさ上げされておらず、線路も古びた感じですが、この奥では枕木が交換されているほか、本線との合流部分も普通のポイントで、今でも現役のようです。なお、この横に見えるのが序盤でご紹介した駅名板で、左側にはかつて、地上で日本一低い駅という看板がついていたのですが、すでに真っ白になっています。改札を出ます。改札機は JR 東海仕様である一方、名鉄のフリー切符でも普通に入出場できます。券売機は1台だけで、上には JR と名鉄の運賃表が並びます。名鉄の方がサイズが小さく、全駅をきれいに収めるのが難しかったのか、主要駅を強調したレイアウトになっています。この路線図、なかなか細かいですね。券売機は初期状態では JR の切符しか買えず、名鉄の切符を買うには右下のボタンを押す必要があるほか、買える切符も限られるなど、JR の管理駅ならではの制約が伺えます。そして駅舎内をぐるぐる見渡している間に上り線に入線してきたのが、キハ11型。先ほどの地図にあえて入れていた名称線で運用されており、定期列車で弥富駅に来ることはありませんが、名古屋車両区との行き来の時にこの駅にやってくる車両です。上り方が単線区間ということもあり、この駅で対向の快速三重を待ってから発車します。この駅にやってくるディーゼルカーは通過列車ばかりなので、力強いエンジン音は新鮮ですね。駅舎の外観がこちら。
正面には JR のマークしかないところにも、名鉄の肩身の狭さが現れています。名古屋への輸送では JR の方が有利な弥富駅ですが、それだけではありません。実はこの駅には、大ボスとも呼べる存在が隠れています。それが、駅舎に向かって右に曲がり、住宅地の中を200メートルほど進んだ先にあるもう一つの駅、近鉄弥富駅です。この駅は近鉄名古屋線の駅で、近鉄名古屋線は関西本線とルートが被っています。単線区間も多い JR に対し複線電化の近鉄の方が圧倒的有利であり、名古屋方面への輸送シェアも近鉄が上。停車列車は日中毎時6本前後確保され、JR や名鉄とは比べるまでもありません。また、近鉄弥富駅には特急が止まらないため路線の本数自体はさらに多く、先ほど映っていた観光特急の島風をはじめ、長距離特急もガンガン走り、快速三重を圧倒します。その上大阪までほぼ複線電化の高規格路線で繋がっているため、大阪名古屋間の輸送でも、単線非電化区間を抱える関西本線よりはるかに便利です。弥富駅を一瞬で通過する近鉄特急の動画もありますので、ぜひ見てくださいね。なお、利便性は近鉄が上ですが、JR も割安な運賃体系を導入しており、名古屋まで360円の近鉄に対し JR は330円と、幾分割安です。名古屋からそれほど時間もかからないので、乗り比べしながら足を運ぶのも面白そうですね。ご視聴ありがとうございました。